RC 東郷、こんにちは、ドスログです。今日はね、なんと F1 特集です。F1 って言えばね、僕が好きになったのは1987年か88年頃なんですけども、中島悟がロータスホンダに乗ってたのが1988年だったかな。でセナがその時ねシリーズチャンピオン初めて取った年なんですけれども、で89年プロスト、確かその辺だったと思うんですけども、その頃から結構 F1 の方は僕しっかりフォローはしてるんですけども、最近はね本当に YouTube のダイジェストを見てるっていう形になります。今の F1 っていうのはもう昔と比べても全然変わっちゃったんで、昔の F1 っていうのは結構ピットとかも緩かったんですよね。ちょっとレース関係にいる人だったら入れるとかそういう風だったんですけども、今っていうのはもう完全にセレブの世界になっちゃったんで、なかなか入れないんですけどもね、今日はF1 のドリラジ紹介します。よろしくお願いいたします。マシンこちらになります。いやーかっこいいな、これも完全フェラーリ。はい、これはねタミヤの F103 のマシンになります。マシン的に言うと結構ね最新のものになっていると思います。でね、何がすごいかっていうと、これから中身の方を見ていくんですけれども、驚きですよ。これは驚きのマシン、これから中身見ていきたいと思います。はい、じゃじゃーんっていうふうなね、こういう形のマシンになっております。これね、これ F103 ベースなんですけれども、フロントの足のところはね、この辺はもう104と同じ方式にしております。 F103 という割にはですね、これちょっとねなんか気づいちゃったんだけど、なんかとんでもないですね。このディフューザーね、見てください。形的には昔 F1 であったマクラーレンホンダがつけてた時のバットマンディフューザーに形が見えますよね。あの頃ねちょっとねフェラーリだったかウィリアムズだったか忘れちゃったんですけども、それと一緒にバチバチにやってる時に当時のホンダのね後藤監督っていう方がいたんですけどね、このバットマンディフューザーを見せつけてこれでやってやるって言ってたんですけどね、あんまりパッとしませんでした、正直。でこれすごいのが、まずフロントウィング、今の F1 ってラジコンってこんなウィングついてないと思うんですけども、これはね 3D プリンターで成形したものになりますね。で形もですね、本当に今風2024とか25風の、ウィングになってますね。今エレメントって言ってパーツとして何個で構成されているかっていうのは細かく F1 の方は決められているので、その関係でですねこういう感じで一体成形のウィングという形になっているものが非常に多い形になっております。でね、これロアアームを見てもらうと、ロアアームの方もですね、これなんとこれも 3D プリンターで作ったやつだね。固定する部分も 3D プリンターで、サーボを固定するのも 3D プリンターになってて、あとこれアッパーデッキも、あれこれ全部 3D プリンターじゃん。ほぼほぼ 3D プリンターになっちゃった F103 ですけども、でこの辺はねいつも通りの感じなのかなっていうふうに。でアッパーデッキサーボのこれモーターマウントも 3D プリンターだな。はい、これねギアケースついてる、この自作のギアケースなんですけども、これね64ピッチのギアがついてるんで、これ120丁の枚数のやつがついてます。でそれをつけると通常のモーターマウントだとピニオンがつかないので、モーターをね前に移動できるようにこの 3D プリンターでモーターマウントの方を自作しましたというところですよね。リアのドライブシャフトのところもね超ロング六角ハブですね。 12mm の六角ハブになります。通常ね 14mm の六角ハブなんで、普通のドリシャのハブがつかないんで、こちらの方を自作しました。でこちらも一緒ですよね。でボールデフのねこちらの方ついてる、これも 12mm で製作してます。であとすごいのがこの造形 F1 のこれ本当にね今の流行のウィングになります。このね昔の F1 ってねサイドウォールがこういう風に立ってて、で板があってっていう風なんですけども、今の F1 っていうのはねもうこういう感じで一体もんで作ってる風になってます。でねここら辺ね本来であれば DRS があるんですけども、この辺ねこの辺 DRS があるんですけど、これがねパカッと開くという風になってます。あと後ろねこういう感じで、これね非常に F1 好きな人が作ってる感じですよね。このディフューザーは本当に効きそうな感じがします。はい、裏側も見ていきたいと思います。はい、こういう形になってます。これはすごいな。
これ制作者さんのね F1 に対する愛が感じられるんですけども、この今の F1 っていうのはね、このサイドポンツーの下もねの整流というのも非常に重要になってきて、それのためにですね、横の方にもだいぶフィンが入ってるんですよ。これをつけるがためにこのシャーシも 3D プリンターで作りました。素晴らしいですね。このディフューザー見て、これやばすぎですよ。かっこよすぎるなこれ。ちょっとね後でね乗せてもらおうかなと思うんですけれども、今の現代の F1 っていうのはねアンダーパネルでかなり空気抵抗というか空気の流れをねコントロールしているものであるので、ちょっと遠赤とかに乗ってね、それで例えばこのアンダーパネルを破損するとパフォーマンスに大きく影響が出るという風になっているので、これはね僕もねぶつけられないなっていう、ぶつけられないかつ遠赤にも登れないっていう風になっておりますっていうところですよね。こちらの前後のウイングに関してはインターネット上のね 3D データをね公開してくれているとても素晴らしい方がいらっしゃるというところなんで、そちらの方のねデータを流用させていただきました。本当に公開してくれた人本当にありがとうございます。はい、じゃあちょっとね走ってるところも撮りたいと思います。よろしくお願いします。こういう形でね、今 F1 の方に乗ってみました。予想したより全然走るマシンになっています。フロントのね、深いところで少しピーキーにはなるところはあるんですけれども、その辺の癖をね、見極めてもらえれば全然いいのかな。あと結構、やっぱりちょっとね、F1 なんでギアヘビーっていうのは、フロントの辺には気持ちハンダー気味なんですけども、その辺はブレーキ調整で乗ってもらえれば全然乗れるマシンなんで、これはすごく楽しいので、ちょっとこの F1 ブームも来ないかなとすごい期待しちゃってます。はい、今日はねこちらのねマシンのねお借りしての紹介なんですけれども、本当に貸していただいた方ありがとうございます。